日本には40万人ぐらいの韓国人が住んでいるらしいです。皆さんはどういった韓国人に出会ったことがありますか？僕はアキさんを偶然に出会いました。彼は日本に10年ぐらい住まれて、元日韓夫婦で離婚の経験があったりとか、今は日本に帰化された方です。この10年間で何があったのか気になって取材をお願いすることになりました。アキさん、軽く自己紹介お願いしてもいいですか？はじめまして、私は呉明宏と申します。今、埼玉の上福岡っていうところで韓国のバーを経営していて、今年で10年目になる韓国出身の日本国籍を持っている呉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回では日本に10年住んでみてどうだったのって聞いていきたいと思います。まず一つ目の質問が、この10年間どういう人生を住まれてきたのかを教えてください。端的に言うと波乱万丈です。一番最初来たきっかけが結婚が19、僕今29で、早生まれっていうのがあって30の代なんですけど、19歳で結婚をして何にも日本語喋れないまま、とりあえず日本に行けば何かしら仕事見つけられるだろうっていうので、19歳の時にはもう日本に来て、結婚はしてたんで、そのビザとかは配偶者っていうので、就活だったりとかそういう制限は全くなかったんですけど、まず日本語喋れないと仕事見つからなかった時代だったのかなと思うんですよね。日本語行ったらなんとかなるでしょっていうので、最初は倉庫のピッキング作業っていうのがあって、例えば積み込みとかわかります？そんな日本語必要ないんで、その数字見て入れて、下ろしてみたいなのをやって、ある程度日本語能力がついて、会話ぐらいができるようになって、ちゃんとした就職を始めようかなと思って、電話通訳の会社、韓国の方と日本人の方がいて、電話で通訳をこう受け渡しみたいな。あとはテレビ電話とかでビデオ通話でライブで通訳するところで社員として入り、営業にさせられて、営業職やって、求人広告の業界5年くらい入ってたりとか、今そっち独立して、今夜は韓国バーを経営しているっていう流れにはなります。すごい。今は2つのお仕事ですね、じゃあ。そうですね。この求人広告のお仕事は、一般人からしたら珍しいと思うんですけれども、詳細に教えてもらえますか？個人経営のバーだったりとか、飲食店だったりとかに直接飛び込み営業だったり、テレアポでアポイントを取って、求人広告、今打ってると思うんですけど、もっと費用対効果良くしませんかだったりとか、インディードさんだったりとかを代理で営業やるっていう形ですね。そのお店のオーナーさんは外国人が自分のお店に来て、これどうですかって言われたら、微妙な反応されるかもと思ったんですけど。なんでっていうのはあると思うんですよ。なんで君これやってるのみたいな。入り口っていうか、その話を広げられる分には逆に得してたかもしれないですね。なんでですか？電話するじゃないですか。はい、で私、昔韓国の名前使ってたのがソンワンだったんですよ。で、最後にお名前言ってくださいって言った時にソンワンですって言うと、はってなるんですよね、きっと向こうからしたら。気にかけてたんじゃないですか。ソンワンって誰だよみたいな。実際会ってみると、日本語普通に話せるし、そこから興味持っていただいて、韓国一回行った話から広がったりとか、仲良くなれるチャンスがいっぱいあったかな。なんか印象に残っているお客さんとかいましたか？僕が悪かった部分もあるんですけど、一回ミスしちゃって、例えば A っていう求人媒体を掲載してる人に、今 B の反響とか反応どうですかって言ったら、お前日本人じゃねえから適当なんだろうみたいな感じでめっちゃ怒られたりとか。怖い。でもそれは別に苦じゃなかったです。むしろ得した部分が多かった。ありがとうございます。2つ目の質問は、いろんな大変なことあったと思うんですけれども、なぜ日本で住む決定をしたのかでいうと。私、20歳からここにいて、たまになんですけど、韓国の企業から一緒に働いてみないかっていう提案を何回か受けてて、日本にある韓国の会社なんですけど、雰囲気が全然違うんですよね。ビジネス用語も全然違ったり、韓国に戻っての生活っていうところがまだ自信がないのかなっていう、根付いてるものがかなり多かったんで、ここで成し遂げてから戻りたいなっていう気持ちはあります。確かに社会人になってからずっと日本だから、逆に韓国では社会人経験がないっていう、ないですよね。今韓国バーを経営しているんですが、なぜ韓国バーを開くことになったのか？それは最初からではなかったんですよ。最初は別のお店の形態で考えていて、それスナックバーみたいなのやろうと思ってたんですけど、あとは普通のバーっていうか、やろうと思ってたんですけど、当時人の募集も全然かかってこないし、一人でやるのは大変なんで、で、コンセプトも、ここローカルな地域の割にはかなりお店多いんで、いいのないかなってなった時に、韓国人だから韓国バーうまくできそうじゃないっていうポソッと出てきた言葉で、
確かにと思って、自分が韓国人っていうことを忘れてたわっていうのがあって、じゃあ韓国バーとしてどうやったらいいのかなっていうので今試行錯誤してる状況です。こういうバーとかに憧れというか、やりたいっていう気持ちがあったんですね。こう人と繋がったりとかっていうのめっちゃ好きなんですよ。そういうなんか仕事で夜の方がお酒飲みニケーションっていうか、そういうのがうまくできる場所がいいなと思って、あとなんか他の仕事やってたり、別のところでこう出会った人たちにも、バーやってるんで全然安くするんで飲みに来てよとかも言えるしっていうのは考えてたんですよ。韓国バーというのはどういうものか、もう説明して。韓国バーっていうと、新大久保コリアタウンなんで、コリアンバーとか、あと大阪のその心斎橋とか、鶴橋とか観光地がかなり多いところの、どっちかというとミックスバーってご存知ですか？男性と女性の従業員がこう席について一緒に飲んだりするとか、こう盛り上げてこう飲んでたりするものがほとんどで、あとはガールズバーだったりとか、女性の従業員とこう話しながら飲むとかっていうのが多いんですよね。あとボーイズバーみたいな、ホストじゃないけどっていう場しかないなと思って、私が作ろうとしてるのは普通に韓国にあるバーをそのままコピペしてこっちに貼り付けたみたいなのをやりたいんですよね。確かに見てみればそんな感じです。なんでこう従業員もそんないっぱい雇う必要もないし、お客さんが来て韓国料理ちょっとつまみながらオリジナルカクテルだったりとか飲んでもらって楽しんでもらえればもうそれでいいかな。お客さん同士で盛り上がってほしいんですよ。で、一部だと思うんですけれども、色気営業だったりとか、もう K-POP ゴリ押しみたいな、そういったバーも一部ながらあると。そういうところとは若干違う。それは私が感じ取らなきゃ難しいものだと思うんですよ。ただ、そこから逃げるのうまいっていうか、いや、もう初っ端から、もう彼女めっちゃいるから無理だよっつって、30人いるから会えないけど大丈夫とか、もうずっと逃げつつでやってると、別にその恋愛感情っていうより、人として楽しい面白いから来てくれるみたいな環境を作りたいまでもあるんですけど、それ僕が最初からうわこいつそうだみたいなのできないんで様子見ですね。アキさん今話してるだけでも話が面白くて、ここに来るバーの方々も同じ感じです。色気とかじゃなくて純粋に会話が楽しいっていう方もそうしてほしいです。こうリピーターだったりとか増えてきてくれればな。もちろん K-POP ゴリゴリ好きっていう人はいますけど、別に一緒に歌うぐらいで恋愛感情芽生える人とはあんまり付き合いたくないですよね。で、ここは上福岡じゃないですか。K-POP 目当てで来る人逆に少ないかもと思ったんですが。意外といなくもないんです。あと最近、なぜかわかんないですけど、アメリカの方がたまに来ます。しかも日本語も韓国語もどっちも流暢ではない。なんで、最近英語勉強しようかなっていう。でもいい傾向だなと思って、他のバーには行かない人が、ここ面白そうだから来てくれたのかなっていうので、今頑張ってるところですね。で、最後ですが、10年前の自分と今の自分を比べると、どういう変化がありましたか？メンタルがめちゃくちゃ強くなりました。ビビらないっていうか。どっちかというと5年前と今なんですけど、会社独立したりとかするとやっぱお客さんが私についてきちゃう。担当してたお客さんが、じゃあ、アキさんのところでやりたいよってなった時に、会社の弁護士からめっちゃ電話かかってきて、客引き抜きしないで、みたいな。で、全無視したら結局何も来なかったりとか、いろんな出来事があって、経験をギューって詰めた、ここ最近の2、3年があったんで、ちょっとしたことじゃもう別に崩れないかなって感じです。韓国からの人として一人で、かつ独立して、いろんな人と相手しながらやってると、メンタルが強くなった。めっちゃ強くなりました。もうなんか訴えるよってなる人って、大体訴えないみたいな、なんか争ってたんですよね。そういうのがあったり、夜やってるとメンタル強くしないと、お店の店長兼オーナーっていうか、私が全部を見なきゃいけないんで、そこでもう酔っ払ったりとかすると、あれなんで、もう精神力を高めてたら、めちゃめちゃ強くなりました。ありがとうございます。10年間でいろんなことがあっただろうなと思いながらお話を聞いていました。次の動画ではですね、アキさん最初の頃に結婚できたっていう話だったと思うんですけれども、実は離婚されてるっていう背景もあって、それについて語ってくださるっていうか僕が勝手にお願いしたんですけれども、その内容について聞いていきたいと思います。アキさんは埼玉の上福岡というところで、好立というバーを運営されております。興味のある方はぜひ行ってみてください。はい、以上僕でした。アンニョン。アンニョン。